ゲームで泣く。どうも、アバキリフダでございます。今回は PS4 ゲームにあった感極まって泣いちまったシーントップ10を紹介。お涙ちょうだい。第10位 Life is Strange。 今の今まで親友を助けるために何度も過去に戻り、何度も親友の命を救った主人公マックス。このゲームではそんな主人公の行いを全てゲーム終盤で白紙に戻し、親友の命か町の人々の命、どちらか一方を選ぶこととなった。親友であるクロエの前でそれを選ばないといけないことに、マックスは愚か、プレイヤーも涙。私にはできないよ。失ったものは取り戻せない。青春は時に残酷である。第9位、生贄と雪の刹那。人間に散々な扱いを受け続けたがために、憎悪を抑えきれなくなった諸悪の根源の思いを自身の体に取り入れ、最後に主人公に運命を託した少女の物語。そんなストーリーの最後は、切ない BGM とともに、世界がついに平和になったことを知らせるものであった。世界のために犠牲になった彼女の最後と、彼女がいなくなった世界を再び歩き続ける一人ぼっちの主人公の姿。それらを見て感動したのは言うまでもない。時にゲームはグラフィックではなく、演出によってプレイヤーを流してくる。第8位、ゴースト・オブ・ツシマ。モノノフとしての誉れを捨て、村人のために生きた男、酒井仁。今作はそんな男と、その男に昔から誉れを解き続けた叔父の決別を最後で見ることとなった。実の息子のように育てた仁を、たかが体裁のために切らなければならない。そんな葛藤が生まれる状況になった時に流した叔父の涙を見て、こちらももらい泣き。血が繋がっていなくとも、どれだけ息子がグレようとも、叔父にとって仁が息子であるということに変わりはなかった。第7位、ドラゴンクエスト11。このゲームでは魔王退治のため、勇者と冒険を共にする双子の姉妹、セーニャとベロニカをめぐって感動のシーンが展開された。姉であるベロニカが自らの命をもって魔王の力から勇者一行を助けたことを知った後の覚悟を決めたセーニャ。そんな彼女の姿に感銘を受けたのは言うまでもない。本当は自分が一番辛いはずなのに、それでもなお頑張ろうとする彼女のその息は、たくさんのプレイヤーに勇気を与えたに違いない。第6位、竜が如くセブン。若頭のために無所に入り、若頭のせいで出所後も散々な目にあった男、春日一番。彼はゲーム終盤、その若頭である青木を追い詰め、今までの思いをすべてぶちまけた。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても
なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ、あんたのことをよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一涙ながらに熱く語る、理屈だけでは片付けられない春日の気持ち。それは、ついには若頭である青木亮はおるか、プレイヤーの涙腺までも緩ませた。だから若には死なないでほしいんですよ。俺正直、あだから見ればこの男、春日一番は随分とお人よしなバカに見えたかもしれない。しかし、これ以上に本気になれない人間に、彼を笑う資格はない。第5位、デス・ストランディング。このゲームの重要人物であるキャラクター、ダイ・ハードマン。彼は仮面の下に真実を隠し、今の今まで生きてきた。しかし、ゲームも終盤に差し掛かる頃、彼はその仮面を取り、主人公にその真相を贖罪という形で語り始めた。自身が大切だと思っていた人を殺し、後悔しながら生き続けた。それを迫真の演技とともに語るその姿は、どんな理由であれ泣けるものとなっていた。全てを許してくれた。正直、役者と声優である大塚さんの演技力がすごいということで、感極まったシーンではあったが、ただそれでもなお、ここまで感動させるシーンが作れるのは、すごいことだ。第4位、大足のトリコ。塔に囚われた少年と幻の生物トリコが織りなすストーリー。それは見た目からして絶対的に感動ものだとは分かってはいたものの、やはり泣かずにはいられなかった。特に終盤で用意されていたトリコが少年を塔から連れ出すために、傷を負った状態で空を飛んだところには、深くながらも感動した。またその後、人に傷つけられているにもかかわらず、少年のことを一番に思っていたトリコに涙したのは言うまでもない。動物が関わる物語はいつだって感動のフィナーレが待っている。第3位、ペルソナ5。今作はコープと言われる要素を様々な登場人物と結んでいくほど大きな感動を生む作品となっていた。プレイヤーが辛い状況にあるとき、彼らは声を大にしてプレイヤーたちを応援したのだ。プレイヤーが大衆に嫌われている存在であっても、世間から犯罪者と言われていても、彼らだけはプレイヤーを見放さなかった。やっちまえ怪盗団！今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ！いい加減目覚ませよ！いつまで逃げてるつもりなんだよ！目の前が閉ざされたと感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりはない。第2位、残機ゼロ。人類が滅亡し、もはや8人のクローン人間しかいなくなった世界。そこではストーリー終盤にある一人の少女を置いて、
すべてのクローン人間がなぜか新しい体を生成できなくなってしまっていた。彼らは我が子のように育てた少女を一人残すことに惜しみを感じてはいたが、しかしその生涯に悔いはなかったようだ。どんな形になってもみんなを君を忘れない。それが僕の愛だから。一人一人が少女に託す最後のメッセージ。これには少女どころか全米が泣いた。さっちゃんの成長がうちの一番の喜びやったよ。ありがとうな。人類滅亡まで残り6人。人とのお別れはどんな形であれ辛い。遊んで喧嘩して怒って泣いて笑って愛して、そんな毎日が私はとても幸せだったよ。忘れないで、幸香ちゃん。私たちはずっとあなたの心に咲いているから。第1位、ニーヤ・オートマタ。すべてが終わり、ラスボスも重要人物も、主人公となるキャラクターもいなくなった世界。このゲームはそんな悲しいエンディングで終わりを迎えようとしていたが、しかし、プレイヤーの中にはそんなバッドエンドに立ち向かう者もいた。絶対にエンディングを迎えさせようとするスタッフロール。避けきれない弾幕。この高難易度なステージ、ほとんどのプレイは何度も心をやられた。しかし、やられるたびに送られてくる誰かの言葉。それは感動とともに勇気と希望を与えてくれた。そして世界中にいる彼らはいつしか自分を犠牲にして他プレイヤーを新たな可能性のある終わりへと導いてゲームであれお互いを思いやる気持ちは全米どころか世界を感動させた。ということで今回はここまで。泣き騒め。それではまた。